モリアーティ教授です。今回はこの 1x4 材を使って椅子を作っていこうと思います。この雑な設計図で作っていこうと思います。座面の高さが42センチで幅が50センチになります。なかなか市販品ではこういったサイズの椅子はないので自分で作っていこうと思います。今回新たに 2x4 用の定規を買いました。神話のやつです。背もたれの部分を作るのでここを斜めにカットしていきます。Amazon で大量にこの研磨パッドを買ったんで、ボッシュのこのランダムアクションサンダーで削っていこうと思います。互換品ですけどちゃんとつきますね。これでバッチリです。ちょっとやるだけでこのガサガサがすごいなくなります。ちゃんとこれ今120番です。木工で有名な神谷先生が勧めていた皿取り切りを使って作っていこうと思います。全体像としてはまず足のところを組み立てて座面が乗っかる板を取り付けていきたいと思います。32ミリのコーススレッドで留めていきます。これは素晴らしい。ちょっと色すぎたか。まあこんなもんか。補強の板を取り付けていきます。ギリギリまで出しておきます。ここを立てて安定悪いけどこれでやってみるか。あとの多少のズレはまあ修正しながらやらにゃしょうがねえな。とりあえず椅子の形になりました。これで下側を塗装していこうと思います。ここまで作っといてなんですが設計ミスですねこれ。まずこの背もたれをここにつけるとするとこの座面の長さが足りないですね。なんでこの後ろにつけるか、こっちを前に出すか、その辺ですね。これだと超座りにくいんで
まあちょっと設計ミスだったいうことで残念ですね。有名 YouTuber のおとらいさん曰く、サンディングは愛ってことで頑張ってサンディングしていきます。一旦ミスしたところを外していきます。まあミスいうか設計ミスだからね。ほとんど全バラだよなこれじゃ。この部分の長さをもう少し長くします。今これ40センチなんですけど、これを50センチに変えます。ちょっとずれたよね、やっぱり。このベースを塗っていきたいと思います。塗るのはターナーさんのミルクペイントピスタチオグリーンになります。よく混ぜてから使います。おお、綺麗な色だなこりゃ。なかなか。どう思いますこれ。で座面のとこは塗らまあ思うんですよ。案外サラサラでまあ塗りやすいっちゃ塗りやすいかこれ。2回塗りした方がええって言うけど、1回でももうだいぶ隠れしまうなこれ。若干ミルクっぺい匂いがするか。なんか牛乳っぽい匂い。はい、こんな感じで全部塗れました。ちょっとこのまま完全乾燥させます。はい、それでは下穴を開けていきます。電池切れですねこれ。これに変えます。できた。